こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。声が喉がちょっとね。今日、私今セカンドチャンネルを作ろうかなって前から思ってたんですけど、セカンドチャンネルじゃなくて、スターシードオンラインサロンやってるんですけど、それのチャンネルが立ち上がっちゃったんですよね。もう立ち上がっちゃったとか言ってもう宇宙のやることは早えなみたいな感じですけど、で、今日からスタートしました。よしさんっていうね、サロン一緒にやってる方がいて、この方はスターシードなんですけど、そうこの方と一緒にやるみたいな感じでいろんなゲスト呼んだりとか、そうで、毎週火曜日の夜8時、日本時間の8時だったかなに配信されていきますので、よかったら登録してみていただけるといいんじゃないかなと思います。もうね、この私の YouTube に比べるとおしゃれですね出すねとか言っておしゃれだし、私ほら、結構一方的に喋ってるじゃないですか、こういう感じで。で、私ね、人の話聞くのも好きなんですよ。引き出すのも好きだから、なんかそういうのを見ていただくのも面白いんじゃない。私ももちろん喋りますけどね。で、一緒にやってるよしさんっていう方もやっぱすごいスピリチュアルというかね、無意識でやっぱチャネリングとかやってたんじゃないかなっていう感じするから、すごい見てる方も面白いと思うし、なんていうのかな、いろんな視点でね、いろいろ見れるんじゃないかなと思いますので、ちょっとなんていうのかな、このチャンネルに比べるととにかく分かりやすいんじゃないか、もっと分かりやすくて、幅広い人たちに見てもらえるチャンネルになるんじゃないかなと思いますので、よかったら登録していただけると嬉しいです。で、一緒にやってるよしさんっていう方がいるんですけど、その方ってビジネスでずっとやってきた方なんですよね。ビジネスの本出してたりとか、やっぱすごくIT で成功してる人なんだよね。で、この方がすごい分かりやすいと思うんだけど、こういう感じでなんていうのかな、スターシードがいろんな業界に入り込んでるんだよね。入り込んでるってそうなんかね、サロンの中でちょっと書き込みとか見てるとさ、要は生態というのかな、こういう病院とかのそういうなんていうのところに入り込んでる人とか、入り込んでるっていうか、そういう業界でずっとやってきたスターシードの人がだから宇宙のことが理解できている人が、そういうビジネスであったり、そういう病院であったりとか、あとはそういうなんていうのかな、固い仕事とかも多分やってる人いると思うんだよね。財務省とかさ前あったんだよな、お客さんでそういえばいたわ。すんごいスピリチュアルですんごい宇宙的な考え持ってるのに、なんとか賞、大蔵賞みたいなちょっとよくわかんない、それよくわかんないんだけど、そういうところでやってんだよね。だからすごい癒してんだなと思ってたんだけど、こういうさ、やっぱりなんていうのかな、あとこの間チャネリングした時にね、ちょっと出てきたのは、やっぱりいろんな分野で成功してる人とかっていうのはさ、なんていうのかな、結構もうさ、成功するってことはやっぱ宇宙のエネルギーを使わないと多分成功できないと思うんですよね。無意識で使ってるっていうの。そうだから本当に無意識なのか、本当は理解してるんだけど言葉にしていない、表にやっぱりその時期を見て言葉にしていないっていう、やっぱり成功者みたいな人って結構いると思うんですよね。あとはその影響力がある、もうポジションについてる人とか、そういうところの人が結構スターシードって多分すごくいると思うんですよ。知らないだけで、本人は結構気づいてんだけど、やっぱり言っていいのかなみたいな時期を見てたんじゃないかと思うんですね。そうだからこういう人こそ今こそ声を上げる時というかね、思い切って自分を生きる時だし、なんていうのかな、スピリチュアルなこととか言っちゃおうよみたいな宇宙のこととか言っちゃおうよみたいな感じだよね。宇宙人ってさとかさなんかそういう話したりとか、
そこまでいかなくてもいいと思うけど、やっぱりそういうことを使って自分は多分こうやってきてたりするから、それを言葉を変えて地球的に分かりやすくさ伝えたりしてたと思うんだけど、もっとストレートに言っちゃっていいっていう感じだね今だから。それがもう解禁されたんじゃないかなと思って、この間ね宇宙にチャネリングしてる時にやっぱそういうメッセージが来たんですよ。本当に声を上げてくださいっていうか、もう影響力のある人、別に影響力とかなくたって全然いいですよ。一人一人が声を上げる時っていうの、苦しいとか楽しいとかそういう声の上げ方でももちろんいいんだけど、とにかく真理みたいな、自分はこういうことを思ってるとか、こういうことの道をなんとなく理解しているみたいな、こういうスピリチュアル、目に見えないこととかさ、そういうことをどんどん声に上げてもらえると、要はもうスムーズにやっぱりそういう人たちってそういう人たちが言うからこそ説得力があったりすると思うんだよね。私みたいなさ、あなた誰ですかみたいなあんた誰って感じじゃん本当に。インドに住んでるし、YouTuber みたいになっちゃってね、 YouTube 好きみたいな感じかな、ちょっとよくわかんないんだけど、私みたいな人が言うよりももうちょっとやっぱり影響力がある人が言ってもらった方がやっぱりこうもっと浸透するのかなと思うし、そういう人たちが声上げられる時がもう本当今始まったなっていう感じですね。スターシードの目覚めって来たあたりからやっぱ来ましたって感じですから、楽しんじゃいましょうね、楽しんじゃいましょうよみたいなそんな感じで思ってますね。やっと本当にねこういう時が来たっていうのが、嬉しいよね。嬉しいし、あとやっぱりさ、本当にこうなんていうのかな、私たちじゃないとやっぱりできないんですよね。こうさ、いっぱい私もチャネリングしたりとか、なんていうのかな、高次元につながったりするじゃないですか。でアルクトゥルスにつながって、アルクトゥルスのエネルギーでヒーリングしてもらうとかさ、いろいろやったりとかすると思うのね。チャネリングして高次元のメッセージ伝えたりすると思うんだけど、地球での活動って私たちしかできないんですよね。これをやりに来てる。だからね、役割が違うんですよねやっぱり。もともと私たちってさ、やっぱりこう、スターシード、宇宙由来の魂なのかなとか、こういうことなんとなく分かる人っていうのはもう宇宙では結構もうほんと高次元で、宇宙人だったりとかさ、こういうこうなんていうのかな、高次元の存在、アセンデッドマスターだったりとかってあるんですよ。本当に自分がそうだったっていうこともあったりするから。でもアセンデッドマスターにこの地球での活動を直接的にやることはできないんですよね。そうだから地球での活動、地球を良くしていくとかさ、こういろいろなここでできることっていうのは本当に私たちにしかできないことなんですよね。これがね本当すげえなみたいな楽しいなみたいな感じで思うんですよ。こんな好き勝手やってよかったらやっちゃうよみたいな感じで私もやってるしそうだからね、やっぱ一番面白いところにこう生まれてきたんだよね私たちって。地球の今のこのねアセンションの時のここに合わせて生まれてきたかった魂たちってすごいたくさんいたって聞いたことあると思うんですけど、本当にそうだと思うんですよね。こんなに面白い時ないと思うんですよ。しかもこう日本っていうさ、なんていうのかな、結構キーポイントになるところに生まれてる人たちっていうのはやっぱかなりの難関をくぐり抜けてきた、なんていうの、つわものみたいなそれぞれの分野のエキスパートの人がね、私なんて大したことないってさ自分で勝手にやってますけど、かなりのエキスパートな人たちだと思うんですね。だからもう自己価値どんどん上げていくことと、あとやっぱりそういう感じで生まれてる、やっぱたくさんの人たちがたくさんの存在たちが生まれてきたいって思ってるところに私たちは滑り込んで生まれてきてるっていうのはやっぱすごく意味があることだと思うんですね。そうだから好き勝手にやっちゃうといいですね。極論化すると好き勝手にやっちゃいなよみたいな、やっちゃう時来たよみたいなそういう感じですかね。楽しいですねやっぱり。これが1年前だとできなかったなやっぱり。
これが5年前だとまたエネルギーが違ってできなかったと思うんですよね。今なんですよ。エネルギーが変わったよね、やっぱ明らかに。今年変わった。今年のこの1ヶ月2ヶ月前ぐらいのところからやっぱり来たのかもしれないね。そうそうそう。もっともっとだから生きやすくなっていくと思うし、楽になっていくと思うし、もっともっとこう理解されていくと思うんですね。だからあとさ、やっぱりこういう話とかってさ、身近な人にしようとするじゃない。例えば家族であったり、仲いい友達であったり、職場であったりとか、特に宇宙系の話というかスターシードの話とかだとするとほぼ理解されないんじゃないかって思った方がいいんですよね。スピリチュアル系の人だってちょっとずれるっていうの、近くにいる人って大体ずれると思うんだよね。なんか分かってくれるかなと思って話すと、あれみたいな、あれなんか違うな、なんか疑ってんなとか、なんか怪しんでんなとかさ、そういう多分エネルギーを感じるんじゃないかと思うんですね。私も日本にいる時にやっぱりこうなんかその時は潜在意識やってたんだけど、潜在意識の話でさえもう疑いの目ですよね。すごいさ、質問がいっぱい来たんですよ。これやってどうなんの？何？みたいな。なんかすごいそれを答えてんのにもうヘトヘトになっちゃって疲れちゃって、もうやだと思って。でもさ、近くにいる人にそういうのをさ勧めたり喋りたいと思うじゃないですか。やったんだけどダメだったんですよね。分かり合えないと思ってやめたと思ったんですね。そうだからやっぱり分かり合える人っていうのをやっぱネットとかで探した方がいいよね。こういう YouTube であったりブログとか、だからこういう仕事とかを始めると、要はお客さんがそういう人だったりするから、そういう人と縁ができたり、こういう活動をしてる人たちと縁ができてくるから、その横のつながりを持つといいと思いますね。だから結構まだまだその地球の中で、特に日本の中ではね、違う人が多いんじゃないかと思うから、その人たちを相手にしてたってしょうがないんですよね。ちゃんともう目覚め始めてる人とか分かってきてる人とかともっとつながること、それは結構近くにはいないって思ってた方がいいと思うんですね。探さないとダメなんだから、探せばいるんですよ。サロンの中とかだからつながってきたんだけど、 YouTube の中とかブログとかでそういう交流、自分が発信しだすとそこでつながったりするから、発信しないとそこにあなたがスターシードとしていたりスピリチュアルが好きだってことは分かんないわけだからね。自分が発信していくっていうのがまず大事かなと思うんですけど、そこで分かり合える人が周りにいないっていうのは当たり前のことなんですよね。いないかった私も私今はさ、例えばインドで対面で直接的に分かり合える人を探そうと思ったら無理じゃん。もうインドの人たちはインドの人たちの考え方であって神様を信じてるわけだから、こういう宇宙の話とかちょっとしたりするけど、やっぱちょっとずれるんだよな。なんとなく本当に分かり合うことはちょっと難しいかな、まだまだっていう感じがあるんですよね。だから喋んないんですよ全然。だから逆に言ったら話せる人と話すっていう、探して話す、そういう人たちとつながって、やっぱりそれでいいんだなって。だからそういう感じで探していった方がいいと思うんですよね。そうすると私の考えこれでいいんだなって納得するし、私はこうやって YouTube っていう媒体を使って発信したことによっていろんな人たちの反応してくれて、私がこうやって思ってることは間違いじゃなかったんだとかさ、何か役に立ててんだなっていうことでとても嬉しく、自分のアイデンティティをなんかグッと持つことができたりするんですね。そうだから発信するってこともすごくいいと思うし、あとはやっぱりその身近にいないっていうことですね。旦那さんとかとやっぱりたまに話すけど、なんかね宇宙のなんだっけ、さっきすっごい息子がさ旦那さんがバイクを発信しようとした時に子供だけ乗ってブーンって行っちゃったらしいんだよね。それでもう子供がここぶつけちゃってここ腫れちゃったんですよ。何事もなくてよかったんですけど、それを見てた時にもうすっごいショックだったみたいで、こんなになっちゃってて、
でその時に私は、まあ、なんか大丈夫みたいな感じで、ブロック解除すると楽になるよっつったらいいみたいな感じで、もう自分の世界にもう入り込んじゃってなんかシリアスの世界に入り込んじゃってたんだけど、そうそうだからなんかなんていうのかな、でこういう宇宙の話とかなんか結局書き換えるとすぐ楽になっちゃうのに味わいてんだなみたいな感じなんだよね。そうだから私がこういう宇宙のこととか思ってても、旦那さんは旦那さんの信じるものを信じてるから何も言ってこないけど押し付けもしないし、ただここの部分で分かり合おうとはちょっと思わないっていう感じですね。なぜなら違うから話せる人と話せばいいじゃんっていう感じかな。だから、そうだからそれを押し付けるのも違うんですよ。旦那さんになんで分かってくんないの、宇宙すごいよ、宇宙語すごいよとかさ、それはまた違うんだよね。彼は彼の世界観があって、私の世界観があって、そこを信じるものを信じてて、それが好きなものをやってるみたいな感じになるから、そういうなんかお互いを尊重してるというかね、そういう感じにやってるかな。結構この辺りは分かりやすいんじゃないかと思うんですけど、そんな感じですかね。なんかねやっぱり来てますね本当に。スターシード面白いぐらいスターシードのやつ来てるし、サロンの中も結構面白いこと、次の募集が数ヶ月後ですね、数ヶ月後にはなると思うんですけど、今年中には募集できると思いますので、よかったらLINE のね登録していただいたりしていただくといいんじゃないかと思います。そうだな、やっぱ結構面白いことを本当にやってんですよね、サロンの中で。私も思い切って出してますし、インドにね来てもらったりはもうサロンの中でしかやんないから有料なんですよサロンが。だから有料でもよかったら登録していただいてお待ちいただければと思います。そうやっぱりねこれね有料にしないとさいろんな人来ちゃうから、ここもやっぱりエネルギー的にちょっと守るっていうのがあるんですよね。YouTube とかは私のなんかところに来てくださる方っていうのはすごいあったかくて、なんかもうなんていうのかないいんですよ、すごくいいのでエネルギー的に。だけどちょっと前の時はさやっぱ変なコメント入ってきたり攻撃的な人とかいたんですよね。だからそういうところにさ結局すごいさそういう人が出てきた時に自分のエネルギー持ってかれるんだよね。自分が怖くなっちゃった。何みたいな、なんで私が怒られてんのとかさ、なんか宗教かみたいなこととか書かれたこととかもあったし、宇宙語さ要は宇宙語って書かないで宇宙語喋っちゃった時に気持ち悪いみたいななんかそうやって言われた時とかもあったし、そうだからもう理解さしてもらえる人だけに理解してもらえればいいし、理解なんかそういうことが気になるっていう人がもう準備できてるわけだから、そういう感じでちょっとエネルギー的に守る部分もあるんですよね。それでちょっと有料にさせていただいて、そんなものすごいバカ高いわけじゃないからね。でもそこで関わっていただけるとね面白いんじゃないかと思います。でどういうことやってるかとかもこれからも出していくし、あとはそのスターシードチャンネルの中でねいろんなところを話していきたいなと思っていますので、両方ねこのチャンネルとチャンネルテレビ番組みたいになっちゃってねそうでもね本当に個人が発信できる時が来たんだなって思って、本当に私も楽しくやってますから、皆さんもね YouTube をどんどんねやっていくといいんじゃないかと思いますので、やってみてください。ではまた撮りたいと思います。ではでは。